スペースアートダンス TV へようこそ。この動画は振り付けを分析していきます。今回は All Eyes on Me というヒップホップの振り付けパート2になります。選曲から10分以内に作った振り付けのポイントを整理して、構成や利用している基礎を考察していきます。動画後半ではおすすめの基礎練習も収録しておきます。フリースタイル、振り付け、基礎の3つのチャレンジコーナーでは、ムーブで押さえるべきポイント、構成など分析と紐付けてダンスを深めていこうと思っています。皆さんのダンスライフのヒントになるような動画を目指していきますので、チャンネル登録の上、ぜひ最後までご覧ください。それではスタートしていきましょう。曲のサビにあたる部分になると思うんですが、盛り上がるよう工夫して作っているのが印象的です。縦横の動きのバランスを考慮しながら、立体感や回転を混ぜることによって短い時間でも印象を残すようになっていると思います。シンプルなビートですが、バスドラムのアタックに対しての音ハメで印象がより深められているのが特徴かなと思います。ランニングマン、フックターン、ピボットターン、トゥループなどが主に利用した基礎になりますが、ボディコントロールとしては側屈を音ハメに利用しているところも重要なポイントになるかなと思います。今回は大きく3つのポイントに絞って分析していきます。1、16ビートの多様な使い方。2、上半身の使い方。3、バランス力に大切な力み。過去解説動画なども交えながら、良いところ悪いところを包み隠さずお伝えできればと思っています。この2-8の中でも複数の16ビートの技術が使われています。10分という時間制約があるので、イメージのすり合わせを行えたわけではないのですが、振り付けからここでリズムを取りたいというイメージが共有できたのはプラスに考えていいと思います。一つはランニングマンからクロスランニングマンのこの部分ですね。現状は足だけに見えてしまっていますので、ブラッシュアップして肩まで技術が取れたらもっと良くなるのかなと思います。2つ目はピボットターンの連続のところですね。エンドカウントのハーフターンは意外と体がブレるものですが、それを補うために骨盤あたりを固めていることと、リズムを縦で取り強調するために肩の16ビートまで使っているのは良い点だと思います。3つ目はトゥループのところですね。腰の上げ下げで16ビートを表現しようとしていることが伺えます。しかし、まだ見せ切るには至っていないので、ここは練習していく中でクオリティアップが必要そうです。一口に16ビートといっても、見せ方次第で印象を変えることができます。これは過去の解説動画の中で詳しく説明していますが、一部をピックアップして流していきますので、参考にしてみてください。アップやダウンを入れた時に音を感じることができません。このような質問は結構見受けられますし、見ていても感じられてないのかなって思う方もいらっしゃいます。それはどういうことか。解決するためには、まずは自分の芯を感じることができているはずです。ノーマルポジションができているからです。で、アップの状態の時に自分の芯がずれてしまう。アイソレーションのように2つに線ができてしまう。ということがあり得ます。ですので、自分の芯を変えずにめくり上げるだけ。アップの場合でしたらこういう動き。ここであれば肩甲骨フリーになりますので、アップの状態でも先ほどと同じ可動ができるようになります。ダウンも同じです。丸めてもこのように軸がくの字になっていなければ、このように圧縮されただけであれば肩はフリーになっていますので、この状態でも感じることができます。意外と多いのはこういう風になってたりこういう風になってたりして、あれ感じられないな、あれ感じられないなっていう方が多いので、まずは自分の芯を作る。芯を作ったらそれに対して動かさないように胸だけがアップとダウン、めくり上げる、めくり下げるっていうんですかね。このようなイメージをやって確認をすることをお勧めします。この振り付けの中で特徴的な部分として、膝のアイソレから側屈で音ハメの部分があります。私は側屈の柔軟性がとても低いのですが、カーブを作る順番を意識することでシルエットを深くすることができます。この練習動画は後半に収録しておきますね。また、上半身を大きく使うためには股関節の使い方が非常に重要になってきます。膝や太ももの力だけでは限界があるので、股関節の使い方を工夫することで選択肢が広がることはとても魅力的です。
上半身の使い方について Q&A の動画を作っています。参考になる部分をピックアップして流してみます。股関節の使い方が挙げられます。なぜ股関節を使うのかという理由をちょっとだけ説明させていただきたいんですが、膝を曲げてさらにいけるようになりましたと。そうするとですね、大きく回そうとしても意外とシルエットもダサいし、強度を上げてブーンって振っていくと少しバランスを崩してしまうという可能性が高いです。これはなぜかというと、下半身と上半身をきっちりとつないでいないからなんですね。ですので皆さんに確認していただきたいんですが、まず1つ目、側屈を入れます。そして膝を曲げて可動域フルにします。この時に股関節まだ緩いんですよね。この状態だとやっぱり揺れてしまうので、股関節をこの倒してる方と反対側に貼るように引っ掛けちゃってください。ここで上半身と下半身がしっかりと噛む、ジョイントされた状態になります。それを意識して回していってあげるとバランスが取りやすくなるということをおそらく感じていただけるんじゃないかと思います。ではもう一度だけ股関節でジョイントしてないバージョン、せーの、ブーン。それでは股関節しっかりと張るように意識してみます。せーの、ブーン。この振り付けの中でいくつかバランスを崩しやすいポイントや、逆にバランスを崩した方が良いシーンがあります。フックターンと腕の分回しを両立しているシーンなんかはバランスを取ることが難しいと感じる人もいるはずです。こうしたシーンでは力みをうまく利用する必要があるのですが、感覚的な言葉なので実際にうまく表現できないというパターンを見ることがあります。この部分を言語化した解説がありますので、ぜひ今後の参考にしていただけるかと思います。力みと聞くと皆さんは力んでいるとか少しネガティブな印象を持たれますでしょうか。私自身はネガティブな印象ではなくて、非常に大切なボディコントロールの要素だと考えています。シンプルに考えていただくために、力みとは筋肉を固める、入れるという意味だとします。もしこの筋肉を固めるということができないただの物体だとしたら、バランスを取ることが難しいポーズがあるはずです。例えばジャズバレエの短樹という動きだったり、ストリート系であれば足上げという動きは力みを使ってバランスを取っているんです。すいません、撮影機材でちょっと実験させていただきたいんですけれども、これが私たちの体のイメージだとさせてください。今これには筋肉がついていませんよね。しかしこのようにまっすぐに立っている状態であればバランスが取れるわけです。これに足上げ、短樹などのように重みが変わるような場所に置くと、おそらく立っていることが難しいと思います。どういうふうにバランスを取ろうとしても足を前に出している状態ではバランスが崩れてしまいます。これは筋肉がないからなんです。しかし私たち人間は筋肉を使う、つまり力むことができます。先ほどの棒ライト、ちょっとイメージしていただきたいんですけれども、気をつけをしたまっすぐの状態であればバランス当然取りやすいですよね。しかし重みが前に加わった際は、その反対側にある筋肉だったり軸足だったりの筋肉を適度に力ませることによってバランスを保つことができているわけです。試しに皆さんこのポーズになってみてもらって、右の背筋、右足を上げたら右の背筋触ってみてください。固まっている、力んでいるはずです。ここでアイソレーションの能力、分離の能力が高いとうまいバランスが取れるよね。つまりここですよね。ここを視点にしてアイソレーション、分離をすれば最小限の力みでバランスが取れる。しかしアイソレーションの能力が低くてこのように動いてしまい、さらに力みも入ってしまえばバランスが取れなくなるということになっていきます。それでは最後に参考基礎練習として側屈の練習動画を流していきます。ストレッチの要素も入っていますが、ストリートダンス、ジャズなど幅広く応用できるシルエットにつながるので取り入れてみてほしいです。練習メニューでは側屈が最大限にストレッチできるように作っていますが、原理などを知りたい方はぜひ詳しく解説している動画もご覧いただければ腑に落ちやすいと思います。それではどうぞ。
皆さんお疲れ様でした。今回はヒップホップの振り付け、リズムからシルエットまで幅広く分析してみました。入門初級で学ぶことの中で中級上級になってから見直した方がより深く理解できる技術というのがあると思っています。今回ご紹介の16ビート、力みの利用の仕方、ソックスのシルエットはそういった種類に当てはまるものかなと感じます。気づくこと、意識することだけでもふっと壁を越えられる瞬間が訪れたりすることもあるので、何か一つでも参考になっていれば幸いです。フリースタイル、振り付け、基礎と3つのチャレンジコーナーでは踊った後にムーブを分析する動画を作っています。皆さんからのアイデアがあればぜひリクエストお待ちしています。またダンスに混ぜやすいアクロバットやフロアのステップバイステップ動画も出していこうと思っています。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではエナジー全開でダンスを様々な角度から楽しめる動画を作っていきます。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも押していただければ幸いです。乾燥にやられて鼻がとても痛いです。少しね鼻声で聞きづらかったらすいません。皆さんも体調に気をつけて冬を乗り越えましょうね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。